こんにちは。アバウトホームのゆうへいです。我が家は家を建てた時にウッドデッキを作り、塀と門扉を建て、簡単な外構工事のみ行いました。いずれ最高の庭を作ろうと思っていました。憧れたのは芝生と雑木の庭、緑のあふれる庭です。そう、新築当初は。でも実際はほぼ荒野状態になってしまいました。雑草が生え、時々除草はするものの、めんどくさくて気乗りがしません。そしてほとんど使わない庭になってしまいました。自分には管理ができない理想と現実の違いを知りました。庭には大きなお金がかかります。どうしようかなと悩みながらも、きっかけとなったのが子供が生まれたこと。庭で遊ぶ子供の姿が見たくなったからです。新築から5年が経った頃です。そこで目指したのは管理の楽な庭。知り合いの造園屋さんに言わせれば、庭とは鼻炎など笑われました。でも分かっています。自分では管理ができないことを。照り返しが強くてあまりお勧めされないコンクリートでしたが、それを大半が占める楽な庭を作ることにしました。晴れの日も雨の日も職人さんたちは頑張ってくださいました。こうやって振り返ってみていると、本当に職人さんってすごいなと感じます。玄関横の植木の下には採石を敷き詰めています。ただ適当に置いているわけではなく、バランスを取りながらきれいに置かれていきます。では、庭ができ2年が経った現在を見ていきましょう。我が家のシンボルツリーは山帽子。5月になれば白い綺麗な花が咲きます。秋には紅葉も見れる落葉樹です。木の足元にはサイズが大きい採石を並べています。この下にはザバーンという防草マットを引いています。概要欄の方にリンクを貼っておきます。門扉は新築時に設計事務所にお願いし作ってもらったオーダーメイドのものです。多少の水が飛び跳ねてもいいようにコンクリートで枠を作りました。子供がまだ小さいのでブロックを置いて足場を作っています。塀の高さは立ち上がりで140センチあります。歩行者が通っていくのは分かっても目が合うことはありません。ちょうど良い高さだと思っています。隣の家との境界に使ったのはシルバーのアルミフェンス。見た目よりもメンテナンスがいらないものを選びました。こちらの木の根元には同じく防草シートの座板を引いて、その上から砂利を巻いています。一つだけ予想外だったのは、落ち葉が枯れて集まったり、黄砂なので砂が溜まるとそこから草が生えてくること。でも防草シートのおかげで根が浅いのですぐにできます。間隔を空けながらあまり手のかからない木をいくつか造園屋さんに選んでもらいました。多くはありませんが、木があると庭っぽく見えますよね。この奥も我が家の土地なんですけど、
林家に挟まれた使いづらい三角地帯なので草が生えにくいようにだけして今は使っていません。将来的に何か使い道があればいいなと思っています。物置は置き場所をかなり悩みました。稲葉のシルバーの物置です。かなり大きなサイズのものです。全体を見渡すとこんな感じになっています。砂利は良かったのですが欠点もあります。子供がまき散らすこと、竹ぼうきで履いたり、あと秘密兵器があります。それがこれ、両尾のブロアバキュームというもので、もともとはこういうスペースだったんですけど、新築時にウッドデッキを作りました。今までに2度ほどウッドデッキは塗り直しています。でももうだいぶ色が落ちてきたので、また近々塗り直す予定です。ウッドデッキは裏の勝手道からつながるように作っています。おかげで便利に使えています。奥には薪ラックを置いています。倒れているのはわざと。薪の重みがないと強風で倒れてしまいます。デッキの下にも採石を置いていて、見た目はいいのですが、葉っぱがたまることがデメリットでしょうか。続いてコンクリートのデメリットにも触れておきます。時間が経つとどうしても汚れが目立ってきます。定期的にやらないとこうなります。僕は除草は嫌いでも高圧洗浄機で汚れを落としていくのは楽しいので、また近々やろうと思っています。木の上からの景色はこうやって見えます。念願かなって子供たちが思う存分遊べる、楽しめる庭ができました。個人的にはすごく満足しています。メリットやデメリットはそれぞれあると思います。それに理想と現実も違ったりします。僕の一例が参考になるかは分かりませんが、後悔のない庭作りができるよう願っております。では本日も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。